はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回はスイッチの初期設定方法と電源の切り方、入れ方について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それでは早速、Nintendo Switch の初期設定方法を解説していきますが、注意点として初期設定の途中で利用規約に同意しなければならないところがあるので、必ず保護者の方が初期設定を行うようにしてください。また、自分は有機 EL モデルのスイッチを使用して解説を行いますが、通常モデルのスイッチでもやり方は同じなので、安心して作業を進めていってください。それでは今回の初期設定で使用する機材を準備していきますが、AC アダプターとジョイコンとスイッチ本体、この3つの機材がスイッチを購入した時の箱の中に入っていると思うので、梱包から取り出しておいてください。次に各機材を接続していきますが、まずは AC アダプターをコンセントに接続し、反対側の接続端子をスイッチ本体に接続してください。すると本体の電源が入り、ジョイコンを接続するような動画が表示されます。ここで本体の側面を確認してみると、ジョイコンをスライドして接続できるようなレールがあるので、上から下にスライドさせて、このようにカチッと音が鳴るまで差し込んでください。できたら反対側も同じように接続してみましょう。するとちょっとしたオープニングが流れた後に言語設定の画面が表示されます。ジョイコンの上下左右のボタンを使用して日本語を選択し A ボタンで決定してください。次にお住まいの地域を選択する画面が表示されるので日本を選択してください。次に利用規約に同意する画面が表示されるので、まずは利用規約を見るを選択します。すると利用規約が表示されるので上下ボタンを使用して内容を確認しましょう。確認できたら B ボタンで一つ前の画面に戻ってください。利用規約を確認して問題なかったのであれば、利用規約に同意しますにチェックを入れて次へを選択してください。次にインターネット設定が行える画面が表示されますが、基本的にこの本体でインターネット接続する場合は無線接続する必要があります。パッケージ版のソフトを遊ぶのであればインターネットに接続しなくても遊ぶことが可能となっていますが、対戦や協力プレイなどのオンラインプレイをしたかったり、ダウンロード版のソフトをダウンロードしたかったり、ソフトの更新データや追加コンテンツのダウンロードをするなど、このようなことを行いたいのであればインターネットの接続が必要になるので、初期設定の段階で無線接続の設定をやっておくのがおすすめです。やり方としては、自分の家で使用しているルーターの SSID を確認して選択してください。ちなみに SSID はルーターの側面などにこのように記載されていることが多いですが、 2.4GHz と 5GHz の2種類から選べるようになっている場合があるので、どっちを選んだらいいのかわからないという人もいると思います。 2.4GHz の方は周波数が低いので電波が遠方まで届きやすく、壁や床などの障害物にも強いので、離れた部屋で使用する場合でも電波を届けることが可能です。ただ電子レンジや冷蔵庫といった他の機器も使用する周波数帯となっているので、ルーターの近くに電子レンジなどがあるとお互いの電波が干渉し合って Wi-Fi の電波が弱まってしまって通信が不安定になったり、最悪の場合は切断されてしまう可能性もあります。それに比べて 5GHz の方は Wi-Fi 専用の電波となっているので、他の家電が出す電波と干渉することがなく、比較的に安定した通信環境で使用することが可能なので、基本的にはこちらを選んで設定するのがおすすめです。しかし壁などの障害物があると電波が弱まってしまうので、ルーターの近くに障害物を置かないようにするのはもちろん、家の中で電波が届きやすい場所を探してルーターを配置するようにしてください。どちらの SSID を使用するのかはあなたの使用環境によるので、状況に合わせて好きな方を選択してください。 SSID を選択できたらパスワードを入力する画面が表示されます。ルーターの側面に記載されている暗号化キーがパスワードになるので、このようにパスワードを入力して OK を選択してください。するとインターネットの接続チェックが始まりますが、全てにチェックマークがついて接続しましたが表示されれば無線接続することができたので OK を選択してください。ちなみに有線でインターネットに接続したい人もいるかもしれないですが、そのやり方に関しては別の動画で解説しようと考えているので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。次にタイムゾーンの設定画面が表示されるので、東京を選択してください。
次にテレビにつないでみますかという画面が表示されますが、まずは初期設定を行いたいので後でを選択してください。ちなみにスイッチをテレビに接続して使用する方法に関しても今後別の動画で解説しようと考えているので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。次にジョイコンの取り外し方が解説された画面が表示されますが、ジョイコンの裏を見てみるとこのようなボタンがあります。このボタンを押しながら上に引っ張るとジョイコンを取り外すことができるので、両方とも取り外してみてください。取り外せたらこのような画面が表示されるので次へを選択します。するとこのような画面が表示されますが、ここまでのやり方を確認してもらえればジョイコンの取り付け取り外しは理解できたかと思いますが、どちらのスタイルでも操作することが可能になっていますし、付属品としてジョイコングリップというものもあるので、こちらにジョイコンを接続することでグリップ型のコントローラーとして使用することもできるので、好きなやり方で操作するようにしてください。ちなみに本体裏を確認するとスタンドが搭載されているので、本体を自立させることも可能となっています。本体の重みでスタンドが広がらないようにするためにちょっと硬くなっているので、注意しながらスタンドを広げるようにしてください。操作方法やスタンドの確認ができたら OK を選択しましょう。次にユーザーの追加という画面が表示されるので次へを選択します。次にユーザーを追加する方法を選択できるようになっているので、まだ作成したことがない人は新しく作るを選択してください。もしも古いスイッチから新しいスイッチに乗り換えるなど、すでにユーザーを作成している場合は、他の Nintendo Switch から引き継ぐを選択して画面の案内に従って設定してください。新しく作るを選択した場合、アイコンを選べる画面が表示されるので、好きなアイコンを選択してください。ちなみに自分でアイコンも作れるようになっていますが、アイコンは後から変更することもできますし、まずは初期設定をパパッと終わらせたいので、ひとまず既存のアイコンを使用してもらえたらと思います。ちなみに後からアイコンを変更する方法や自分でアイコンを作成する方法は別の動画で解説しようと考えているので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。次にニックネームを入力する画面が表示されるので、好きなニックネームを10文字以内で入力してください。できたら OK を選択しましょう。ちなみに後からニックネームを変更する方法は別の動画で解説しようと考えているので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。ニックネームを設定できるとこのような画面が表示されるので OK を選択して確定させましょう。次に Nintendo アカウントを連携するような画面が表示されますが、すでに Nintendo アカウントを持っているのであれば画面の指示に従って連携してもらって構いません。Nintendo アカウントを持っていないのであれば今すぐにアカウントを作成して連携させる必要もないので後でを選択してください。もしも後から Nintendo アカウントを作成して連携させたいと思ったら別の動画でやり方を解説しようと考えているので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。次にユーザーをさらに追加できる画面が表示されますが、他にもこの本体を一緒に使用する人がいる場合はユーザーを追加しておくのがおすすめなので、必要に応じて追加してください。今回はこのままで OK を選択して次に進みたいと思います。次に Nintendo Switch Online についての画面が表示されますが、これは有料サービスとなっており、実際にサービスを利用するとオンラインプレイやセーブデータのバックアップなどができるようになっています。別にサービスを利用しなくてもゲームをプレイすることは可能なので、ここは次へを選択してください。もしも後から Nintendo Switch Online を利用したいなと思ったら、詳しい情報ややり方をまとめた動画を作成する予定なので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。次に見守り設定についての画面が表示されますが、もしもスイッチを子供が使用する場合は家庭のルールに合わせて遊ぶ時間を決めたり、遊んだ記録をスマホでチェックできるような設定ができるようになっています。必ず必要な設定ではないので、ここはスキップを選択しますが、必要だと思ったら画面の指示に従って見守り設定を行ってください。こちらの見守り設定に関しても別の動画で解説しようと考えているので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。次に準備ができましたという画面が表示されるので、右のジョイコンにあるホームボタンを押してください。するとスイッチのホームメニューが表示されます。次に本体の更新を行いたいので、歯車マークの設定を選択してください。すると設定画面が表示されますが、本体という項目の中に本体の更新というのがあるので選択してください。更新がある場合はこのような画面が表示されるので、本体を更新するを選択してください。
するとこのような画面が表示されますが OK を選択して更新を行いましょう。更新が終わるとスイッチが再起動してこのような画面が表示されますが、これで初期設定は以上になります。あとは始めるから画面の指示に従えば先ほどのホーム画面に行くことができるので確認してみてください。初期設定が終わったら電源の切り方や入れ方、スリープ、再起動など必ず知っておきたい電源関連の情報を確認しておきましょう。それぞれのやり方は非常に簡単で、本体の左上を確認すると電源ボタンがあります。これを1回押すとこのようにスリープ状態にすることができます。もう1回押すとスリープが解除されて電源を入れることができるので確認してみてください。次に電源を切りたかったり再起動したい場合は電源ボタンを3秒以上押すとこのような画面が表示されますが、電源オプションを選択すると再起動か電源オフを選べるようになっているので状況に応じて選択してください。ちなみに電源をオフにしてしばらくした後に電源を入れたいと思ったら電源ボタンを1回押すとこのように電源を入れることができるので覚えておきましょう。これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じでスイッチの各種設定方法やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、ギアティクスというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。